今日はスパイスラックを作っていこうかなと思ってます。スパイスラックはかな、キャンプとかに使うやつね。こっちに調味料入れて、ね、こっちにもちょっと大きめなの入れて、箸が入ると思う。市販で買うよりかなり丈夫に作ってるんで、壊れることはまずないと思う。これ作るのにはこういう結構材料はそんなに大きいのは使わない。どこにでもあるような板、3枚の板ですね。3枚ぐらいあれば足りるかな。まああと他にもちょろちょろいるけど、まあ大まかにこんくらい。でも節はいっぱいあるけど、まあこれが木だね。この木は節ないけど、この木はいっぱいある。まあそれは木の性質っていうか木の良さやわな。俺は節があった方が好きやね。でこれをこのままでは使えないので、この寸法に合わせて切っていきます。よし。で次はこっちでいつも通りここで反りを取っていきます。一回通しただけやったらこの端だけかかるね。かかってる。でも真ん中はまだかかってない。こんだけ反ってる、ね。これこのままではなかなか使えない。使いづらくもないけど、まあ隙間はできるね。すぐこれをまあ多分このままを使うのが DIY なのかなと思うけどね。こういう、何もこういう、ね、加工しないのが。これこういう機械ない場合って反りどうやってるんですか？カンナになるんですか？カンナじゃ多分ね、日が暮れる。だからちょっとね、カンナかけたのもある、売ってる。そんなのあるんですね。売ってるけど、やっぱり反るからね、こたつ置いてたら。まあなるべくこうまっすぐなのを選んでくる。で買ったらすぐ作る。そう置いてたらすぐ反る。なるほど。これをね今度10ミリに仕上げていきます。10ミリ。今 11.5 ぐらい。今度はこれ右左、幅が違うね。この厚さね。今この木の厚さを取ったからこの幅を取っていきます。こっちが75でこっちが90やったかな。こっちが90、こっちが75のやつの側と上側と上のね板を切りました。で次何するかっていうと、
次はね、組み立てに行く前にこのね、この加工してるここね、ちょっと変えて入れてるんで、嗅がずに入れてもよかったんだけどね、こうポンってペンって、どっちがいいかなと思いながらこっちにしました。これがね3センチ、3センチなんで、これを作ります。そうするとくしゃり入る。すごい、これがいいね。ここ終わったの、今度こっち、これね、こっちの部分よし。この裏板、これをねはめ込むのに溝を掘っていきます。溝掘り。よいしょ。今回オイルスティック、ちょっとアウトドアで使うからこっちの方がいいかな、ね、こういう節も結構いい感じで出てくるんだよ。そうですね、まだねえな。綺麗すぎてもいけないよね、こういうの。水を作って入れてますって言ってもそこめんどくさいんだよ。いいね。おお。入った。これでとりあえずパカね。次はね、ここの3やな。こうスパイスとかが
外に出ないように、うんうんね。これねぴっしゃり切ってもいいんだけど、ぴっしゃり切るとめんどくさいじゃん。そうですね。こっちもあっちもめんどくさい。ちょっと長めに切っておきます。で後で切る。早い早い。で、これしか完成。それで切ります。きれいに切れていく。ただこれの切り方は Z 層では切れない。Z 層でするとここにノコの刃の跡がいっぱい切れるかあるから、Z 層ではダメです。まあこういう2枚刃のやつがいいかなと思うけども、ここも入れんといけんね。今度中の板、それを今度切っていきます。こっちで合わせる。こここれを本当はいっぺんにもう作っておいてもいいんだけど、やっぱ微妙に変わってくるからね、その時その時で。その寸法ではなかなかいかないよね、うまい具合。あんまり数字を信じない。CAD で書いた数字は微妙に違うからね、やっぱりそれぞれ。その日によって10ミリが 10.10 ミリ 10.5 ミリとか、10.3 ミリとかになる可能性も多々ある。まあコンマ5もずれんけどコンマ1ぐらいはずれるね。これはこっちか。これ下から160なんだよ。痛いね。だからもうなんか作っとく。そしたらもうずれない。なるほど。ずれないし、もうめんどくさくなくていいね。誰か測らんでもいいし。こうやってね、なんか押さえを作ってあげるとね、打ちやすいんだよ。ない状態でやると、こうやった時にこうずれていく感じがあった方が断然落ちやすい。ね、直角のやつを当てて、そしたらもう引かなくていい線をね、あるものを使うってことだよね。要はあるものを使う、ね、何も考えずにできる。いかにこうやってなんかジグを作るかね、自分で。
そうすると、効率はちょっと下がるかな。1個作る分にはね、効率は下がるけど精度は上がるね。効率上がるのはいっぱい作る時は効率上がるね、やっぱあると。大量生産じゃない限り、そうですね。ただ精度は上がる、確実に。だからした方がいい。ちょっと手間かかるけどね。したらこうやってだいぶできたね。すごい。あとは引き出しね、今度。引き出しはね、もう簡単な作り。一番基本、基本って、多分基本中の基本みたいな引き出しを作っていきます。高さ60を引き出しぴったりつけると出てこんのよね。引き出しってのはぴったり作っちゃダメだからね、基本的に。隙間がいるんですね。隙間がないと引き出せんけいな。たまにおるけどね、ぴったり作りたがる人。それはダメです。実用性がありません。何でも丸っこいいい感じのやつを探してきてね、作っよいしょ。次はね、組み立てやね。組み立て、これをね、ビスじゃなくして釘でいきます。軽くくっつける。ちょっとなじませて。こんなちっちゃいんだよ。ちっちゃ。やんにくいから、これ手持ってこう手打つからそうやったら確かに。これなんかピンセットでもあれでもいいよ、なんでも。ここはね、あれでノコで取ってもいいんだけど、まあカイプいけんかな。歯を変えんとダメだね。思ったようにこういうことすると危ないんだよ。できるならノコの方がいいかな。ね、これがすっぽり。なんだろう、これでもうちょっとねあれやけど、こんぐらいの隙間がないといい感じ。引き出せないと。こんくらいの隙間やね。次があれだね、取っ手。まだまだ
まだまだ取っ手なんか買ってもいいんだよこれ。買ってもいいんだけど、あれなんですか、既製品みたいなのある既製品もあるんだけど、やっぱなんか浮くんよね。やっぱ同じ木から作らないと。確かに。もう既製品はやっぱ既製品って感じがする。ざっくり切る。これね。今度は蝶番ね。蝶番ちっちゃい蝶番。もうこんくらいでも十分持つ。何か一枚少しでいいからかましてあげると。何でもピシャリはあんまり良くないよね。これも軽く動かない程度に。まあこんなちっちゃいのドライバーが一番ね。できた。チン。ね。で焼くと。おお。できたね。やっと。これで完成やね。スパイスラック作りました。まあなかなかいいんでないでしょうか。まあ実際私がキャンプしないんでどうかは分かんないんですけど、是非誰か使ってみてくれると嬉しいですね。これも、オンラインショップの方で売りますので、是非チェックしてみてください。で、あとまあ余談なんですけど、これもまだ準備段階なんですけど、ふるさと納税の方に出します。そちらの方でもチェックしてみてください。いいんじゃないかな。いいのができたと思います。ぜひよかったらキャンパーの皆さん使ってみてください。よろしくお願いします。